はい、こんにちは。雪組と申します。今回もテストサーバーで動画を作ってきたので、GNOME の性能と使用感について解説をしたいと思います。先に GNOME の評価を述べておくと、DPS はまあまあで、スキル回しは簡単だが、使い勝手はあまり良くないといった感想です。それでは早速、特徴と使用感から見ていきましょう。サボテンダメージに関しましては、攻撃力33000で90秒 278M と少し物足りない数値でした。ですが、5突効果の HP8 割以下の敵に対する物理ダメージの上昇効果、サボテンに載っていないことや、ある系を使った際のダメージの伸び幅が結構良くて、総合的には他の属性と同じくらいのダメージパフォーマンスになると思います。具体的な数値につきましては、DPS 分析の章で詳しく紹介します。スキル回しが非常に簡単で、通常1回からの通常長押し。基本はずっとこれです。長押し中は自由に動けて、5秒おきにシールドを展開。さらに常時不屈状態とかなりスキル回しは快適です。通常1回を挟まずに通常長押しをすると前方に移動しながら攻撃するモードになります。雑魚敵くらいならこれで引き倒しながら移動できるので探索がめちゃくちゃ楽しいですね。ただ、スタミナ消費が結構激しくて、グノノボリションがない状態だと35秒。グノノボリションがあっても57秒しか持続できないので、乗り物として運用しようと思っている方は注意が必要です。冒頭でお話しした使い勝手の悪さには3点あって、そのうちの1点がこのスタミナ消費の悪さです。グノノボリションがない編成だと通常のスキル回しでサボテンを殴っていてもなんと1分半殴る前にスタミナが切れてしまいます。一応スタミナを抑えるためのスキル回しもあるのですが、それでも2分でスタミナが切れてしまいます。使い勝手の悪い点2点目は回復がないという点です。通常のスキル回しではフィオナの連携スキルしか回復をできるタイミングがなくて、シールドを超過するぐらい被弾しているとソロプレイではかなり生存は厳しいです。逆にしっかり回復をしてくれる恩恵の方がいれば自前でシールドを貼れてワンパンの即死を防げる分生存力はかなり上がると思います。総合的にグノノ編成にはスタミナの補助にグノノボリションまたはリーニャの武器、それに加えて回復兼バフ武器としてフィオナが個人的には必須だと思います。使い勝手の悪い点3点目は動き回る敵が結構しんどくて、きちんと敵を殴れていないとバフをかけ直したくてもエナジーが足りなかったり、ウーミン編成では準備値が足りなかったりというようなことがちょいちょい起こります。闇雲に攻撃を振り回しているとスタミナがなくなってしまったりということもあるので、攻撃が当たらないタイミングではこまめに通常長押しを解除していくというムーブが必要です。逆にほとんど動かない敵に関してはめちゃくちゃ快適に殴れます。それでは次に編成や突別の DPS について見ていきましょう。セミシロを使った編成ではリンヤ編成が 284M と一番高いダメージを出せました。セミシロを使わなくても 271M まで出すことができたので、ウーミン編成とリンヤ編成はどちらも最適編成と言っていいと思います。ラン編成が思いのほかダメージは出ましたが、均衡共鳴なのであまり実用性はないと思います。続いてはボリション別のダメージです。リンヤ編成ではエスターボリションを使うよりセミシロやセミコバを使った方がダメージは出ました。実戦ではセミシロとエスターは同じくらいの期待値になると思います。また、リンヤボリションからグノノボリションに変えた時は 7% ほどの DPS 上昇でした。セミシロやセミコバ、リンヤ、フィオナを使っていく編成はかなりコスパがいいと思います。続いてはウーミン編成です。リンヤ編成とは対象にエスターボリションを使った編成が一番ダメージを出せました。グノノボリションをウーミンボリションに変えた場合もスキル回しが変わってしまう関係上 DPS がかなり下がってしまいました。セミシロは実戦でパフォーマンスが落ちてしまうことを考えたらエスター、フィオナ、グノノ以外の組み合わせはかなり厳しいと思います。続いては突別のダメージです。この表はサボテンを殴った時の数値をそのまま載せていますが、いろいろと補正すべき数値があるのでそれを説明します。まず3突が0突よりダメージが低く出ているんですけども、3突をする前にワールドレベルを90に上げてしまって、おそらくその関係でサボテンのレベルが上がってダメージが下がってしまったものと思われます。また、5突の効果に HP80% 以下の敵に物理ダメージが 10% 上昇するという効果があるのですが、サボテンには反映されないので正確な比較にはなっていません。そこでそれらの値を計算による補正した表がこちらになります。突の伸び幅自体は普通といったところですが、3突以降しかダメージが上昇しないため、総合的にはちょっとコスパは悪いです。ボリションも伸び幅が微妙なので、これもコスパは微妙です。3突していないと触手を30本までしかストックできないんですが、スキル回しを変えればほとんど DPS を落とさずに30本の触手で回せるので、0突でもスキル回しには問題ありません。ただ、1突しないと耐久力がかなりきついので、個人的には1
1つは必須かなと思います。ウーミーの凸に関しては、まず3凸は絶対に必須です。その上で5凸のエナジー回復効果が結構大事で、5凸してないとウーミーのマジックショーを打った後にすぐに連携ゲージが溜まらなくて、1秒ほどスキル回しの時間をロスします。5凸しているとマジックショー起動と同時に連携ゲージが溜まってグノノに切り替えることができるので、数パーセントスキル回しの速度が上がり DPS が上がると思います。リンヤ編成の場合、リンヤは貫突推奨です。ある系別のダメージでは、150秒時点ではダメージブースターが若干パフォーマンスが良く、それ以外はほぼ同等のパフォーマンスという結果でした。ある系を2つ使った計測では、氷編成にかなり迫ることができて、5凸効果のダメージ上昇効果が反映されていないことを加味すると、実戦でのダメージパフォーマンスは氷編成と同等以上になると思われます。それでは次に各編成のスキル回しを見ていきましょう。リンヤ編成では、リンヤボイションを使うかどうかでスキル回しが変わります。リンヤボイションを使う場合は、1にハイドロフォーカス、2にメイルストロムを配置して、連携ゲージを1本と9割ほど貯めるまでグノノで通常攻撃をしたら、フィオナ、リンヤとバフをかけ直し、グノノで連携スキルを打ったら、またグノノの通常攻撃へ戻ります。メイルストロムは2ループに1回打っていきます。グノノが3凸未満の場合も、こちらのスキル回しをしてください。リンヤボリションを使わない編成では、2ループ目まではリンヤボリションを使う編成と同じです。3ループ目でグノノの連携スキルとメイルストロムを同時に使える状態になったら、グノノの連携とスキル、メイルストロムを使って、メイルストロムが残り5秒になるまで通常長押しをします。残り5秒になったら、フィオナ、リンヤとバフをかけ直し、グノノの連携スキルとループしていきます。グノノで連携スキルを打つのが大事なので、リンヤで連携スキルを暴発させないように注意しましょう。ウーミー編成もスキル回しが2種類あって、まずは最適スキル回しの方を紹介します。フィオナ、ウーミーとバフをかけたら、グノノでスキルが残り4秒くらいになるまで通常攻撃をします。4秒前に殴るのは、ウーミーのマジックショーのバフが一度切れてからじゃないと更新できないので、時間調整のために多めに殴っています。残り4秒になったら、一瞬ボタンを離して重傷を付け直し、フィオナ、ウーミーとバフをかけ直します。そうしたら、グノノの連携スキルを打って通常攻撃をゲージが2本溜まるまで打っていきます。ゲージが2本溜まったところからスキルループができます。フィオナ、ウーミーとバフをかけたら、グノノで連携スキルを打ち、同時にメイルストロムも打って、メイルストロムが残り5秒になるまで通常攻撃をしましょう。次に、スタミナ消費を抑えるスキル回しです。DPS は数パーセントほど下がります。グノノボリションを使わない編成や、グノノが3凸未満の場合はこちらのスキル回しを使ってください。最初のスキルが残り4秒になるところまでグノノで通常攻撃をする部分までは同じです。あとはひたすら連携ゲージが2本溜まると同時にバフをかけ直していきます。メイルストロムは2ループに1回グノノの連携スキルと同時に使っていきます。クローディア編成では最初からゲージが2本溜まったらバフをかけ直していくのをループしていきます。メイルストロムも2ループに1回で大丈夫です。クローディアのバフが途切れてしまうとかなりダメージが落ちてしまうので注意しましょう。各編成のサボテン完全版動画も別に上げていますので、気になる方はそちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは最後にグノノの総評を述べておきます。スタミナ消費の重さや回復能力の低さなど若干使い勝手に難はありますが、スキル回しの簡単さや他の属性と並べるダメージパフォーマンスについてはかなり良いキャラクターだと思いました。今後もまたテストサーバーで新キャラの動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。